俺を散々こき使って横暴の限りを尽くしたかつての上司。10年ぶりに再会しても元上司は相変わらずだった。この後俺の仕事を手伝え。お前にぴったりの簡単な仕事があるんだ。まるで俺を下僕か何かのように扱い、俺が拒否するなんてみじんも思っていないのだろう。首から下げたネームプレートを引っ張られ、バランスを崩しそうになった。また奴隷として使ってやる。いい加減我慢の限界だった。しかしその瞬間、俺たちの間に割って入る存在が現れる。それを合図に俺の反撃は始まるのだった。俺の名前は佐藤直樹。今年で36歳になる。最近転職したばかりだが、前職までの経験もあって仕事自体に大きな問題はない。職場の雰囲気はとても良くて、仕事にも集中できている。でも、すべてがうまくいっているかというと、そうでもない。おい、佐藤、お前が持ってきた資料、間違ってるぞ。上司である部長の大西だ。大西は俺のことが気に入らないらしく、ことあるごとに指示を出してくる。しかも、その内容はどうでもいいことが多く、雑用というにも程遠いものだった。大西部長、今回の間違いはどこなんでしょうか。お前の目は節穴か。こことここ。ああ、それからここも違っていたぞ。大西の指先に合わせて視線を動かし、指示内容を理解していく。ここ最近の俺の悩みは、ほとんどこの大西絡みだった。この男がいないだけで、俺の仕事の進み方が全く違うだろう。そう実感するたびに気がめいってしまうのだ。例えばこんなことがあった。それは部長の指示で資料作成した時のこと。作成者に俺の名前を記入して部長に報告した。その後、部長はその資料をろくに確認もせずに常務へ送ってしまったらしい。常務に報告するときに、やっと資料を見た上司は作成者の俺の名前を見て驚いたらしい。さらに、常務は俺が作った資料を褒めたのだ。これが良くなかった。部長は自分の評価が下がったと思い込んで大激怒。俺に八つ当たりをしてきたんだ。佐藤、作成者をなぜ俺の名前にしなかったんだ。おかげで俺は赤っ端だ。と、こんなことを言ってきたのだ。そもそも作成したのは俺なのだから何の問題もないはず。つまり大西は他人の功績を自分のものとすると言っているのだ。そんなことを堂々と言うのもどうかと思うのだが、それなのに自分が間違っているように言われるなんて。しかもそれだけじゃない。自分の手柄を立てたいという功名心だけは立派だな。他の案件でも同じことが重なって、俺はその度に責め立てられた。中途採用のくせに新人らしくない。お前のその態度が気に入らないんだ。最近では俺が視界に入るたびにこのような言いがかりが増えていった。今では雑用という雑用は全て俺に押し付けてくる。これも新人の仕事らしいのだが、実際のところただの使いっ走りに過ぎない。これが今日のお前の仕事だ。全力で取り組めよ。売上管理の更新や調べ物もすべて俺に投げている。最近は資料も俺が作っているため、大西は何も仕事をしていない。しかも今では作成者をしっかり確認するようになって、自らの保身に余念がない。なんてやつなんだ。俺はどれだけやってもねぎらいの言葉一つすらないのに。何のために仕事をしているのか、無性に虚しさがこみ上げてくる。さすがにこの状態をいつまでも続ける気はない。今日は自分の仕事に集中したいので、と部長から振られた仕事を断ろうとすると、お前は俺の奴隷だ。断る権利などない。と言ってきた。しかもそれだけじゃない。部長は俺のネームプレートを強引に奪い取り、あろうことか俺の名前の下に大西部長の奴隷と書き足したのだ。しかも当然のように油性ペンで書いてしまっている。
非常識なことをする人だとは思ってはいたが、まさかこんな暴挙に出るなんて。これではネームプレートは新しくするしかない。なんてことをするんですか。そもそも私は部長の奴隷で採用されたわけではありません。俺は思っていたことをそのまま部長にぶつけた。部長はニヤニヤしながらこちらを見ている。お前の採用理由など知ったことか。どうしてもって言うなら、俺がお前の採用理由を決めてやるよ。そのネームプレートがお前の採用理由。そんなむちゃくちゃな。あ、忘れてた。お偉いさんが来た時には、そのネームプレートを外しておけよ。その日だけはお前を解放してやる。こんなネームプレート、今日中に交換してやりますよ。そんなことしていいのかな。大事な会社の備品だぞ。それを佐藤くんは壊れてもいないのに交換するっていうのかな。確かにこの会社は備品の管理がしっかりとしている。ネームプレートだけじゃなくて、どんな備品でも持ち出す時には事務に報告する規定がある。紛失したわけでも破損したわけでもない今回の場合は、交換理由として不当とされるかもしれない。いや、ある意味では破損とも言えるかもしれないが、そもそもこんなネームプレートを見せられるはずがない。わかったら黙ってそのネームプレートを首から下げろ。仕方なく落書きされたネームプレートを首から下げる。本当に部長の奴隷になったような気がして悔しかった。よーく似合ってるぞ、佐藤くん。理解できない部長の思考回路に、俺は反論する気力も残っていなかった。会社での俺の時間はすべて部長から押し付けられた仕事に費やされてしまう。自分自身の仕事に手をつけられるのはいつも就業時間が終わってからだった。毎日が残業という最低の職場環境の出来上がりだ。そんなある日、会社を去る社員のために送別会が開かれることになった。さあ、俺の酒を運べ、ポチコ。ポチコとは俺のことだ。俺が必死の抵抗をしても、上司という役職が持つ権力の方が上だった。今では営業部のポチと呼ばれてしまうほど、俺のことは広く知られている。ポチ、俺の酒が足りないぞ。さっさと次、持ってこい。もう注文してます。部長は完全にご機嫌だった。部長のために開かれた席ではないのに、そんなことはすっかり頭から抜けてしまっているようだ。大西部長は唾を飛ばしながらメニューの名前を叫んでいる。俺は部長の注文係だった。お前も大変だな。先輩がねぎらってくれる。気持ちはありがたいのだが、先輩たちも逆らえなかった。先輩、なんなら俺と役割変わりますか。部長の隣空いてますけど。俺はお前のようにプライド捨てられないわ。俺だって好きでこうしているわけじゃないのに。ただ、何も解決策が思いつかなかったんだ。一体この地獄はいつまで続くんだろうか。助けてあげられない代わりに俺と一緒にトイレ行こうぜ。数分間くらいなら息抜きできるんじゃないか。俺は先輩の提案に乗って一緒にお手洗いに行った。本当に数分だけだが、飲み会の喧騒がとても遠く感じる。しかし、それもつかの間、俺たちの席の方から怒号が聞こえてくる。部長の声だった。ポチ、どこだ？出てこい。この後何を言われるかなんて考えたくもない。俺が席を外したこの数分間、これが嵐の前の静けさだったなんて思ってもいなかったんだ。すみません、お手洗いに行ってました。俺が席に戻ると、部長は顔を真っ赤にして俺を睨みつけてきた。俺に断りもなく外に出ていくとはいい度胸だな。俺の酒がない。とっとと注げ。さっきまでの喧騒が嘘のように静まり返っている。みんなの冷めた目線が俺に集まった。仕方ない。せっかくの送別会なんだ。これ以上空気を悪くするくらいなら、俺が少し耐えれば済む。俺はテーブルに置いてあったピッチャーを手に取り、部長のジョッキに注いだ。そのジョッキを持つ手が細かく震えているのを見ると、
もうだいぶお酒が回っているようだ。部長、もう今日はこのくらいでやめておいた方がいいですよ。その場で倒れてもらっても困る。俺は部長の機嫌を直そうと必死だった。いいからとっとと注げ。俺に逆らうな。ジョッキになみなみと注がれたビールを見て、部長はご満悦だ。すると部長はそのビールを飲むのではなく、俺の頭からかぶせたのだ。俺の酒だ。残さず飲めよ。床にこぼれたのもきれいに舐めとけ。周りがざわつき始める。ティッシュを用意したり、おしぼりを持ってきたり、様々だ。なんでこんなことまでされなければならないのか。俺だってこんな状況に望んでなったわけじゃないんだ。俺は席を立った。心配そうに見る先輩と目が合う。先輩、後片付けだけよろしくお願いします。先輩は声を出さずにうなずくだけだった。この部長の前では声を出さずにうなずいているのが正しい。何か発言しようものなら目をつけられるだけだ。部長、今日は帰らせていただきます。また来週、俺の奴隷よろしくな。部長はニヤニヤしながら大笑いしている。できることなら俺もその顔にビールをかぶせてやりたい。そう思ったが、今の俺にはできるわけもなかった。それから1ヶ月後、俺の転勤が決まった。まだ入社1年目なのに、本社から地方に飛ばされるなんて、事実上の戦力外通告だろ。辞令の通達は部長から投げ渡された。辞令を見ると、俺の名前は油性ペンで二重に線が引かれ、俺のポチコーと上書きされている。間違いなく部長の字だった。今までお世話になりました。正直何の未練もない。俺は部長に形だけの挨拶をする。部長は全く聞く耳を持たず、スマホを触っている。俺はこの場を離れて他の社員のところに挨拶回りをしていく。先輩にはちゃんと挨拶をしておきたかった。先輩、本当にお世話になりました。地方に転勤か。お前にとってはいいことなのか悪いことなのか、どっちだかわかんねえな。間違いなくいいことに決まっています。先輩は笑顔で見送ってくれた。この人がいなければ、俺は部長の嫌がらせに耐えられなかった。こうして俺は地方へと転勤した。地方での勤務は今までとは全く違う仕事内容で、1年という時間もあっという間に感じられる。大西部長がいないというだけで仕事にも集中できたのだった。あれから10年、地方でかけがえのない経験を積んだ俺は、再び東京本社へ戻ることになった。本社出勤初日、転勤の挨拶をするために、俺は各部署に挨拶回りをしていた。すると、廊下の向こう側から思い出したくなかった顔が向かってくる。向こうも俺の存在に気づいたようだ。おいおい、俺の奴隷じゃん。お久しぶりです、大西部長。俺に指をさしてくる部長に感情を押し殺して対応した。本当にこの人は呆れるほどに何も変わっていないな。また本社に戻ってきたんだな。地方で一生懸命お仕事を頑張ったってことか。感心感心。そんなに俺の下で働きたかったか。俺の表情なんかお構いなしで話し続ける部長。このままだとここで足止めを食らってしまいそうだ。そろそろ次の予定がありますので。ああ、平社員にそんな予定あるわけないだろ。それよりこの後俺の仕事を手伝え。お前にぴったりの簡単な仕事があるんだ。部長は俺のネームプレートを掴んで犬のリードのように引っ張っていこうとする。その勢いでネームプレートが引きちぎれてしまった。部長はネームプレートを放り捨てる。ああ、お前が抵抗するから壊れてしまった。お前が自分で交換しておけよ。わかったら早く営業部へ急ぐぞ。今度は部長の部下じゃないんです。なら、お前が出社してから毎朝俺のところに来い。お前に仕事をやる。俺が部長に捨てられたネームプレートを拾おうとすると、部長はそれを踏んづけてしまった。また奴隷として使ってやる。
その時だった。俺たちの背後からヒールが床を打つ軽やかな音が聞こえてきた。聞き捨てなりません。社長を奴隷ですって。物おじせずに俺の隣まで歩いてきた女性。俺の秘書に部長は後ずさりした。誰だお前は。社長付きの秘書、吉田理沙と申します。威張り散らし放題の部長に対して秘書の吉田は至って冷静だ。冷淡な態度を保ったままだが、その眼差しは鋭く部長を睨みつけている。ただの平社員に秘書なんて全く面白くない冗談だな。先ほど社長の秘書と申し上げたはずです。何かご不満が？吉田は話の通じない部長に対して深いため息をついている。部長は認めるつもりは全くないのだろう。秘書の様子を見てもヘラヘラと笑っているだけだ。社長ごっこか。おままごとはお家でやるんだな。ここは会社だぞ。お前が社長になるなんて天地がひっくり返ってもありえないんだよ。部長が踏んでいた私のネームプレートを見てもらえれば本当のことが書いてありますよ。はいはい。よくできたドッキリってことか。残念だったな。俺に恥をかかせるつもりだったんだろうが、すべてが無駄だ。部長は俺のネームプレートを拾って俺の名前を読み上げた。その直後、ピタッと動きが止まる。俺の肩書きに気づいたんだろう。代表取締役社長？頭の理解が追いつかないのか、部長の動きは止まったままだ。それから弱々しい動きで俺を睨みつけてくる。認めないぞ。お前が社長だなんてあるものか。先月をもって社長を退任した佐藤は私の父です。社長業務を引き継いで今月より私が社長になります。俺が地方へ転勤したのは実はこのための前準備だったのだ。部長には説明しなかったが、俺は平社員として転勤したわけではない。転勤時の役職は部長だった。それから10年かけて役職を上げ、最後に社長になったというわけだ。言ってみれば父の後を継ぐための予行演習だった。俺の父も社長を引き継いだ時は同様の流れをたどったらしい。それもあって俺の転勤の理由は社歴の長い社員は気づいていたようだが、残念ながら部長は分からなかったのだろう。私が部長の部下だった10年前のこと忘れたとは言わせませんよ。社長権限で部長に処分を下します。やめてくれ。部長が俺の足にしがみついてくる。あんなに威張り散らしていた男がこの無様な格好を晒していると思うと滑稽で仕方がない。10年前に佐藤に少し当たってしまったが、それだけ、あの一度だけだ。今はもう何もしていない。あの時のことなんてもう時効だろう。処分だって少しの減給で収めてくれ。私が転勤する前、信頼する相手に一つお願いをしておきました。それは、もし部長が社員に対し何か理不尽な行為を働いたら、記録を残しておいてほしい、というものです。記録だと？できればボイスレコーダーを使い、録音して証拠を集めておくようにと言い含めておきましたので、部長が言っていることが本当かどうか調べればすぐにわかりますよ。部長の顔色が瞬く間に変わっていく。血の気が引いてしまい、呼吸も浅くなっていた。部長が本当に何もしていないのであれば、何も出てこないでしょう。実は先ほど、秘書に営業部まで向かってもらいました。俺は吉田の方を見る。吉田、営業部からボイスレコーダーを受け取ってきたか？はい、この通りです。ボイスレコーダーだけじゃなく、画像データもあるようです。俺は吉田からボイスレコーダーと USB メモリを受け取る。その瞬間、わなわなと震える部長が叫び出した。あのバカどもが裏切ったのか。先に部下からの信頼を裏切ったのは部長の方だ。俺はボイスレコーダーの再生スイッチに指を伸ばす。さて部長、USB の中身はここでは確認できませんが、ボイスレコーダーならここで再生することができます。これでも何もしていないと言い張りますか？くっそ、認めるよ。部長はこの場で土下座を始めた。これからは心を入れ替えて働くと誓う。
だから処分だけはやめてくれ。あなたの処分はもう10年も前から決まっていたんです。いくら心を入れ替えても10年前のあなたはなかったことにはならない。俺は部長を残して社長室へ向かった。背後から部長のすすり泣く声が聞こえたが、俺は振り返ることはなかった。その後、部長の問題行動を俺は役員会議に挙げた。当然だが、部長には重い処分が下されることとなった。今、俺はその部長の解雇通告に確認をしたところだ。営業部には信頼できる新しい部長を任命してある。彼なら営業部をもっと良くしてくれるだろう。これからウェブ通話で社内全体へ向けて新任の挨拶をしなければならない。目の前にはパソコンがあるだけだが、とても緊張している。間もなく通話開始の時間だ。息を整えて前を見据える。父を超える社長になるための挑戦は、ここから始まるのだ。